僕はずんだもん。日本のベートーベンである。いや、だから何をもってベートーベンなのかって話ですが。そこは自炊図店長に解説させるのだ。普通はそういうの、もこもこ声の持参社員が説明したりするんだけど。ワーシャには、そんな余裕はない。じゃあいつも通りな感じっすね。しかしお題は運命。ずんだ餅。運命。寒い日のおでん。運命。店長早く始めて。はい、自習へようこそいらっしゃいませ。今回はですね、テーマは運命から逃げるな。皆さん運命から逃げてませんか？ちなみに運命っていうのは英語で言うとディスティニーとフェイトと2種類ねあるみたいですね。でディスティニーっていうのはよく聞くけど天命とか結婚の運とか割とポジティブないい意味でディスティニーで、フェイトっていうのは宿命とか業とか我が家系の不幸みたいなね、そういう運命で今回の運命はフェイト、ベートーベンの交響曲第5番です。フェイトシリーズってねありますよね。ゲームから発達してアニメがいっぱいあるやつ嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないけどなかなか全部は見切れないな。フェイトシリーズってぐらいいっぱいあるんですけど、よかったらそれもぜひ運命ということで運命つながりで楽しんでみてください。で今回はすいません、ベートーベンの交響曲5番運命について語らせていただきます。よろしくお願いいたします。交響曲3番フリードベーグラー式のやつはこの間動画作ったんですけど、今回の運命は5番じゃないですか。でね、間に4番が抜けちゃうでしょ。それってどうなのっていう話なんですけど、ここでちょっと話させてください。これなかなか面白いし、これを知ることでね5番の意味も随分わかると思います。まずね、当時のベートーベンさんはお国言わせればですよ、僕が言ったことをテストの回答に書いて罰されても僕責任取らないですからね、自己責任でお願いします。理解をお願いしますけど、なんちゅうの、一つこう携帯ゲームソシャゲでヒット作が出て金が入った、よしコンシューマーだっていう、このよしコンシューマーだっていうところだったわけですよ。わかりますか？最近16ビットなんだらかんだらって素晴らしいアニメがあったりするんですけどね、このコンシューマーだっていう勢いで交響曲4番とかピアノ協奏曲4番とか作られたわけですね。でこのベートーベンにとっていざコンシューマーっていうのは分かります？パッケージで売られるゲームのことなんですよ。ソシャゲとかは課金とかで基本無料課金っていう感じでやっていくんですけど、単体だと単体で売り切りだからとりあえず売らなきゃ話にならないで、売れなきゃ話にならないっていうところでビジネスがだいぶ大きくなるらしいんですね。だからいざコンシューマーっていう勢いで皆さんお作りになる方がいらっしゃる。でベートーベンにとってのそのコンシューマーとは何か、実はねオペラだったっぽいんですよね。でベートーベンは生涯で一つオペラを作っておりまして、この当時作ってたのがレオノーレ第1項でうまくいかなくて第2項までいろいろ手を入れて、でもベートーベンのオペラレオノーレなんて知ってる人いる？っていうのは理由があって、これは後年オペラフィデリオに名前が変わっております。でフィデリオだったら知ってるよっていう人もいらっしゃると思う。でね、このフィデリオとレオノーレって何よって話ですよ。思いっきり脱線だけど、ここがね面白いところなんですよ。で実はねフィデリオもレオノーレも同じ人物なんですね。フィデリオ男とレオノーレ女は同じ人物なんです。っていうのは実はレオノーレっていう女性が旦那さんが悪役に捕まってしまっている。でその捕まってしまっている旦那さんを助けるためにレオノーレっていう奥さんが男装をして
組織に忍び込もうとするわけですよ。でねすごくこうパワフルなやり手の女の人がこう男に扮しているのがね、かっこいいわけですよ。で実はこのオペラのオープニングはにゃんと一人の乙女がかっこいい美男子に恋焦がれるシーンで始まるんですけど、その恋焦がれる相手っていうのがそのフィデリオ男レオノーレ女の美男子なんですよ。なんかわかりますよね。女の人がねダンスをしてるっていうのはかっこいい時ありますよね。でこういう女性が男に扮してドタバタをやるっていうのはシェイクスピアのジュニアとか割とクラシカルなお楽しみなんですよね。でベートーベンもねそれをやりたかったらしいのまるでベートーベン直接聞いたみたいな言い方で申し訳ないけど、まあね彼はねそれやりたかったんですよ。これも絶対面白いやつだからもうこれ今週成功するからっていうところがこれがなかなかうまくいかなくて、でその頃にねやっぱり作った交響曲4番とかピアノ交響曲4番とかなんかねやっぱオペラっぽいんですよね。こう盛り上げる感じとか悩む感じとか戦う感じとか、それがねちょっと我々にはなかなかついていけない部分なんですよ。だからねうちらは例えば初詣では行くけど初オペラには行かんでしょ年明けに初オペラに行くような人たちにとってはこういう交響曲4番も全然ありなんだと思うんだけど、ちょっと我々には馴染みにくいものがやっぱり4番にはあるし、そしてねレオノーレのオペラがあまり成功しなかったようにベートーベンもねちょっとそこは反省したと思いますよ。モーツァルトとかハイドンみたいなこうオペラ憧れだけどどうもわしはそれじゃいかんらしい。わかった、交響曲で勝負したるわ、俺は本気出すのは交響曲やということでぶつかっていったのがこの5番という、でねこのオープニングの表紙を見るとねすごくわかるんですけど、交響曲3番はねエロイカは3拍子で始まる対曲なの。3拍子で始まるんですよ。ご存知ですか？タンタンタンタタン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 、これ3拍子なんですよね。3拍子ってねやっぱね前向き、もう単純に前向きうちの This is ねオープニングも3拍子ジャズでいつも大体始めさせていただいてるんですけど、3拍子っていうのは前向きで OK。 でもそれね踊ってもうこう前向きに踊ってるばかりじゃなくて真剣に勝負しようぜっていうところになると次4拍子になるわけだ。タタタタンタタタタン、これね4拍子ですね。ちなみに運命と同時進行で書かれたといわれる交響曲6番の田園はね2拍子でねタッタッタッタラタタタッ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 タタタッ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 タ、なんか素朴なチャン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 っていうこのねチャンチャンですね。この素朴さもありだけど本気さもありっていう、このオペラっていうのはまあいろんなドラマを含むんですけども、これをセパレートしてね本気の5番と素朴な癒し系の6番とこう分けた。でね実はこのベートーベンの交響曲の初演はね失敗したらしいんですよ。はい、残念なことに。でその理由わかりますめっちゃこうベートーベンらしい失敗の理由なんですけどね、この演奏会4時間あったらしいんですよそりゃあね
さあまあベートーベンさんは天才かもしれないけどさ、結構会場寒かったらしいんですよ。で寒い会場で4時間拘束って何の拷問かって話ですよ。だからね、まあ初演は失敗、評判悪かったけど散々言われたらしいんだけど、でも曲自体はいいから、もっと短い単体で演奏する分にはもう一気にね人気爆発してくるんですけど、まあそのねこの4時間だから、このね本気出すところ、和むところ、なんかドラマっぽいところ、もっとなんかソリストが行き来するところとかって、こういう全体をイメージして、これが私の作品ですっていう4時間だったんですよね。当時のベートーベンの思考っていうのがさ面白いことじゃないかなと思います。まあまあでもね、このねベートーベンの5番は何の予備知識なくても大概の人はうわーってなんかねもうなんか耳を奪われる名作って感じですごいです。じゃあそのすごいのは何をもってすごいのかっていう話ですよ。音の分析。原曲はハー単調なのでなんですけど、ちょっとねこれフラットが3つついちゃうんでややこしいんで、普通にフラットもシャープもない単調っていうとここから始まるやつ。これでやるとね、ですわ。ミドレシなんか馴染みない？例えばここにソー足しますよね。ソー足したドミとソー足したシでソシレってなんかね普通の5の和音でしょ。でこれは普通のドミソですよね。だから1と5の和音なんですけど、ソ足すとそんなことになっちゃう。でソなしでやるとこれで終わればただの普通の別にねお子様向けと言っても過言じゃないぐらいの優しいメロディーです。でもこの最後のドを入れないでどうやこりゃでもね、これ解決したら終わるんだけど、解決しないんですよ。だからこの解決しないものをね、ドンドンドンってぶつけていくのがね、この運命ですね。解決するんじゃ、そりゃ大人の音楽じゃない。解決しないのが大人の音楽で、その解決しないものがね、一旦木管の穏やかな2楽章を経て、3楽章のなんかうーという目覚めを経て4楽章で爆発って感じですね。でこの爆発に関してもねこの曲なりの事情があって、今回この曲で初めてトロンボーンがね使われてるんですよ。フィーチャートロンボーンっていいのかなわかんないけどトロンボーンとピッコロとコントラファゴットの3種類の楽器がこの曲から新しく追加されています。で多分ちょっとはっきりしないけどベートーベン以外も交響曲としてトロンボーンを使ったのは歴史上初めてだったはずだからね、こうトロンボーンのね大音響でボーンといく行進曲みたいな最後に向かっていく運命です。ここもうねこちら最高の聴きどころなんで。では演奏に今回紹介させていただく演奏についてなんですけども、まあねさすがにこの名曲でクラシック1の名曲だけあって往年の名演奏はネットにも随分たくさんございます。カール・ベムとかカラヤンとかね、スビンメータルとかバーンスタインとかもちろん小沢誠一さんとかで少し前のこういう往年の名演奏っていうのは
大体全部大編成ですよね。でね、その大編成のこの演奏いいんだけどさ、だからオーケストラの評価にさ、ダイナミックさとかさ、正確さとかさ、いろいろこう評価基準があると思うんですけど、もしその評価基準の中におじさん臭さっていう項目があったとしたらさ、どうですか？大概なんかチェックが入っちゃうんじゃないかな。でね、これちょっと理由が僕の考える理由っていうのは、やっぱね、ティンパニーとか今回追加されたトロンボーンって音でかいっすよ。特にトロンボーンね、本当にトロンボーンが本気で音出すと本当に音でかいの。だから普通のベートーベンの書いた楽譜通り的なオーケストラだとトロンボーンの音ってね突出しちゃうんですよね。だからトロンボーンがそれはいかんからって言って音量下げるじゃないですか。そうするとね、全体的に迫力のないトロンボーンで最終楽章の勢いになっちゃう感じ。だからもう弾けるトロンボーン、叫ぶトロンボーン、弾けるティンパニー叫ぶトロンボーンっていう感じで、それぞれの楽器が本気を出すには周りの音量をね上げるってやる必要があるんですよ。だから普通のオーケストラだとバイオリン8人とか10人とかっていうところを16人とかね、20人超えることはないと思うけど、5割増しぐらいでやって、で管楽器に関してはね倍管編成っていうんですけど、普通フルート、クラリネット、オーボエ1人ずつなんですよ。第1オーボエ、第2オーボエ、これを2人ずつにするんですよ。これが倍管で、3人ずつにするのもあるのかな。3倍管なんか役満、なんかあれですね、麻雀の役みたいなね、倍満3倍満っていう感じですけど、だからそうやって管を増やすんです。そうやって大編成のオーケストラをがっちりまとめていったのが往年のオーケストラの大迫力っていう感じだと思うんですけれども、さてそれがいいのかどうかですよね。それがいいのかどうかなんだけどね、僕ね正直ね、それも全然ありなんだけど、もうちょっと当時の雰囲気というかね、ベートーベンがそれが望んだサウンドなのかっていうと、ちょっともうちょっと原点に戻った演奏もありじゃないかなという感じで、今回紹介させていただくのが、トロンハイム交響楽団の、指揮者がハンナ・チャンさん、韓国の方ですね。この演奏がね、なんかね、いきなりなんかちょっと聞き込んじゃいましたね。で、なんで聞き込んだのかっていうことに関して、ちょっとごめん、話長くなってごめんね。これも本当に僕の個人的な、全く個人的な趣味なんですけども、僕、チェロ好きなんですよ。本当はチェロやりたかったんだけど、そういう環境になくて、とりあえず同じ弦楽器のクラシックギターやってるっていうようなもんで、やっぱね、チェロかっこいいっすよね。ただチェロっていうのはこの図体が大きいから音の立ち上がりがやっぱり時間かかるし、音の消すのも時間かかるし、このなんちゅうのエンベロープっていうか端がカチカチはいかないんですよね。このちょっとしたこの気遣いみたいなところがね、このやっぱりチェロ出身の指揮者だとすごいあるような感じ。実際ね、このハンナ・チャンさんはチェロでもともとソロチェリストなんですよ。で国際コンクールとかも出てたんだけど、指揮者で評判が良くなって、今は指揮者中心に活動されてるっていう方で、本気の実は弦楽器奏者です。でこういう方がね指揮者されるとね、やっぱ音が全体的にしなやかだし、音の立ち上がり立ち劇がバッサリはいかないんですよね。もうこうなんかすごく女性的というかしなやかっていうかね、カラヤンとかバッっていきますよ。そうはいかないんですよ。ちょっとね、このなんかこう女性的なまろやかさっていうかしなやかさっていうかね、
いや、僕はそこすごいいいと思って、もう聞き込んじゃいましたね。だから、このちょっとしたこの感じが、チェロだけじゃなくて、全部の楽器がね、フルートでもビオラでも、全部がなんかちょっとしなやかなんですよ。で、なんとね、この動画は、先月アップされたもの、まだ回数も1000ちょっとぐらいしか回ってなくて、初々しいやつですんで。で、新しいからね、音がいいっすよね。だから、バイカンとかの編成になっちゃうと、これはもうフルートでもこう合奏なんですけど、一人一人だったら、一人一人がソリストですから、ソリストとしての演奏の表現がこっちにもね、伝わってくるので。だから、今回、リンクさせていただく動画は、必ずもう大前提としてね、大きな音で聞かないと意味ないです。小さな音で聞くと、なんじゃこの薄っぺらい演奏って。全然昔の方が分厚くて、あっちがいいに決まってんじゃんっていう感想になると思います。でも、そこは、ちゃんとこちらの側で大きな音、ヘッドホンでも使って大音響で聞くと、そのね、ディテール、音の立ち上がりのディテールとか、ソリストの表情とかが、すごくね、個別に伝わってくると、面白い演奏だって感じがおかするんですけど、どうでしょうね。この指揮者の方、こういう運命の演奏ですけど、すごくね、笑いながら演奏してるんですよ。なんか、そこはいい。そういう感じってね。ここをね、この、ポジティブに受け止める。で、最後の、4楽章の爆発に向かうための1楽章のジャジャジャンっていう感じね。ジャジャジャンがメインじゃなくて、ジャジャジャンからボーンっていくと、ダンダンダンっていうところが、こっちがなんか趣旨の楽曲だっていう捉え方で演奏されていると思います。それはね、すごく正しいことだと思うよ。もちろんね、難しい印象でね、特になんだろうな、日本の人が多いんですよね。往年の作品、動画を上げてるの、日本からのが多くて。やっぱね、この曲は、なんちゅうの、敗戦後の日本の大空襲とか原爆とかでいろいろやられてしまった日本の人の気持ちに昭和40年代50年代はまだこう深く突き刺さる部分があったんじゃないかなと思います。それはそれでね、全然音楽の感じ方として間違っちゃいないし尊重しますけど、今もう我々の世代はこの曲をこうポジティブに受けてるのもありじゃないかなと思いますね。どっちもありということで。いずれにしてもね、この曲について語るのはね、ベートーベンの運命について語るのは楽しいです。全然音楽アマチュアの自分で申し訳ないですけれども、このね、専門家が語るのと違ってまたこういう楽しさもありじゃないかなって思いますよ。だから皆さんもね、好きな演奏をどんどん聴いて、で、良ければね、もう書いていただける方もいらっしゃいますけど、好きな演奏とかね、思い出の演奏とかを教えていただけると、僕も楽しいし、見る人も楽しいと思います。そのうちね、もし登録者の方がすごく音楽好きの人が輪が広がってきたら、そのうちライブチャットでも開いてね運命を聞くならこのオケで決まりバトルみたいなライブチャットみたいなのも面白いかなと思っているんですけど、そのうちできたら嬉しいですね。ということで、長くなってすいません。多忙な年末のこととは思いますが、こういう素晴らしい音楽で英気を養って乗り切っていただけたらと思います。では聴いていただきましょう。ベートーベン交響曲5番運命。演奏はトロンハイム交響楽団指揮者ハンナ・チャンさんです。ではどうぞ。